どうも皆さんこんにちは。ブランデンブルク辺境博のフリードリヒーチェセイです。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだ。今回はブランデンブルク辺境博でプロイセン王国を形成しようと思うよ。プロイセンってなんだ？プロイセンはドイツ帝国ができる前の国だね。時代は1440年、史実ではわしが死ぬ年なんだが、そのわしがプロイセンを形成するぞ。あんた、もしかしてプロイセン形成で終わる気ないでしょ。まあ、あんまり必要な領土が多くないし、やれたらやるてな感じ。まず財政だ。税金は幸福度が下がらない程度に上げといて。幸福度が低いと反乱が起こる可能性が高くなるからね。そして支出の方に財、研究、投資とある。財は人口、研究は技術力、投資は開発が増えるけど、今のところお金が欲しいので支出の方は触らないでおきます。詳しいことは後で話すね。次に研究ポイントだ。技術力に応じてポイントがもらえる。これそれぞれにバフをかけることができそうなんだが、どんな感じでバフを加えていく感じなんだ？グループ分けするとこんな感じで、収入が増える系にバフをかけようと思うよ。そして少しだけ技術ポイントが増えるバフにかけようと思うよ。研究力を増やしてもっとバフかけたいね。そういえばプロイセン王国を形成すると言ってたけど、どのくらい領土必要なんだ？どのくらいかというと、ざっとこれぐらいだ。結構たくさんの国が含まれているんだね。たくさんの国と戦争して勝ち取る形式か？そうだね、とりあえずプロイセン形成に向けて頑張ろう。そのために戦争して領土を取るんだが、戦争するには兵力がないと意味がないよね。そのために徴兵するわけなんだが、その徴兵にお金が必要ということ。なるほど、だから収入増やして支出を減らしたいんだな。そして6年ほどしたらなぜかポーランドとドイツ騎士団が戦争を起こしてた。どっちもプロイセン形成に必要な領土持っているからええけどな。言ってる間にドイツ騎士団が負けそう。これはさすがに逆転無理やな。講和の結果、南西の領土をかすめ取られてた。ちなみに我が国はドイツ騎士団とポメラニア公国、ザクセンと仲悪いな。そうかそうか、我が国が嫌いなんだなポメラニア公国君は。ちょうどいい、割と海へ出たいし君は私に飲み込まれろ。こいつめっちゃサイコやんけ。国境線に配置できるだけの軍を配置して、向こうからの攻撃で領土を荒らされないように国境線の全部に軍を配置するぜ。さて、用意ができたからいざポメラニア公国に宣戦布告だ。周知が赤字だから手伝っていただきたい。見た感じ向こうの軍が100しか攻撃してこないから領土を占領される心配はないな。攻撃したところは全て占領できたしこれは勝ちでは？ちなみにポメラニア公国の人にはスチェチンですが、この時代ではドイツ語のステッチンと呼ばれています。ポメラニアの全てを占領していきましょう。ちょっと待って、ステッチェンに5000もの軍隊が駐屯していたぞ。さすがに兵力差があると言ってもせっかく占領した土地をやすやすと占領されてたまるか。今ステッチェンは占領できたが今度はグライツスバルトに逃げ込まれた。ああもう、ここからまた占領され返されたじゃない。こうなったらしょうがない。直線に貼り付けていた部隊とシュトルフにいる部隊でなんとか蹴散らせ。そこからここまでも押し戻し、最後にステッチェンを占領して講和となります。さて、和平交渉に持ち込むのですが、明らかに戦勝点が足りないな。こういう時はどうしたらいいの？こういう時はおとなしく取れる分だけ取るという方法もあるが、ここの傀儡要求が一番手っ取り早く全土併合できるよ。あとは要求を送って、時間を進めると。あれ？傀儡国としてのポメラニア公国復活しちゃったよ。下から2番目の最後通帳を送るというコマンドか。その通り、ただ、最後通帳を送るには関係度がマイナス10以下にならないといけない。だから、批判を送るコマンドを押しまくってマイナス10まで下げたら最後通帳で併合要求できるよ。併合要求は傀儡国じゃないとできないからこそ傀儡要求をしたわけだ。なるほど、とりあえずこれでポメラニア公国だったところもブランデンブルク辺境博のものになったわけだ。あれ？左上に謎の記号があるよ。これは安定度が低い都市があるよという警告で、安定度が低いと反乱が起こりやすくなり、その反乱によっては、反乱軍が新たな国を建国することも多々あります。だからなるべく安定度は高く保っときたいですね。だけどどうやって安定度を上げるの？プロビンスの同一化というコマンドがあります。安定度が低いところに同一化するとブランデンブルク人の割合が増えます。厳密にはブランデンブルク人ではなくブランデンブルクの文化を受容した人たちでしょうけど、あとは時間を進めるだけで勝手に安定度が上がります。なんか、同一化という日本語に違和感というか、恐怖というか、さらに時間を進めて徴兵をし、兵力を仲の悪いザクセンとドイツホーデンシュターツの国境に貼り付けて、宣戦布告をする。もちろんザクセンも宣戦布告。バリバリに正面作戦だけど大丈夫かしら。どっちも目の前が人だが大丈夫か？思ったよりもザクセン方面の敵が多すぎて一瞬で部隊消し飛んだんだが。仕方ない、東部の部隊の半分ほどをザクセン方面へ向かわせなきゃ。だが多分、ザクセンもドイツ騎士団もこの一撃でほとんどの兵力を失ったはずだ。さすがにザクセン方面の領土を荒らされることにはなるだろうがドイツ騎士団とは短期決戦で終わらせ急いでザクセンを倒さねば。いや、ごめん、ザクセンとドイツ騎士団の2正面は無理だと判断してザクセンとはすぐ講和した。応じてくれるかは運だったが、向こうも一瞬で消耗していた僕、無事和平成立した。自分から始めといて何してるんや。まあ、それはそうとドイツ騎士団はもう虫の息状態だ。全土占領できたし講和に持ち込むぞ。講和の結果傀儡化からの最後通帳で全土併合だね。これでプロイセン王国の最もプロイセンらしい領土を得たね。だけどさっきの戦争で周辺国のほとんどと仲悪くなってます。しょうがない、後で全部ボコしてやるから待っとけや。そこから7年かけてポーランド国境に軍を張り付けたよ。あれ？ 7 年もしたら関係度がだいぶ良くなったよ。
まあ、多分そんなこと関係ないと思うけど。さて、プロイセンのための領土くれ。初戦は連戦連勝だね。しかし、マゾフシェ公国が傀儡で参戦してきてちょっと厄介だな。ちなみに現在のポーランドの首都ワルシャワはこのマゾフシェ公国の領土だったぜ。と、悠長に言ってたら敵に抜けられたじゃない。大丈夫、すぐ倒せるから。もうそろそろいいかな。講和しちゃいましょう。そこまで欲しい領土多くないし。講和の結果プロイセン形成に必要なポーランド領を割譲するだけにして、あとは何も手をつけないことにした。今ボヘミア王国と仲がいいのだが、ボヘミアにも国家形成に必要な領土があるんだよね。ちなみに今ヨーロッパで一番ランキングが高いです。左上に数字で2と書いてありますよね。これは全世界でランキングが何位かどうかを示しています。ランキングは人口、経済、維新の3要素で決まり、我が国は戦争で勝ち続けてきたこと、領土が広いことから、おそらく維新と人口で上り詰めたのでしょう。ちなみに1位はどこの国なんだ？多分民だね。そうこう言ってる間に5位になっちゃったよ。維新スコアは軍隊の保有量によっても決まります。今、戦争終わったばっかりで軍隊量が少ないのかもしれません。なるほどね。ちなみに次の戦争目標はどこの国？やっぱり東部国境をきれいに整えたいからボヘミアで。一応友好国なんだけどそんな理由で潰されるボヘミアに涙。しょうがない、領土持っているのが悪いから。さて、9年経ったがなぜかポーランドがボヘミアにボコされてた。超絶友好国なんだからやっぱやめとこうよ。そう言ったって遅い。急いで潰せ。東部は敵軍がほとんどいないから意外とサクサクいけてるが、西部はボヘミア首都プラハがすぐそこにあってすぐに敵兵が来るから厳しいかも。とりあえず欲しい領土は占領できたから分取るだけにしといてあげる。とりあえず欲しい領土と、戦勝点余ってたんでモラビア王国を傀儡として分離させときました。ちなみに傀儡国を作るメリットはあるのか？将来的にそこを併合するというならいいが、それ以外ならあんまり意味がないね。ぶっちゃけボヘミアが弱体化してくれたらいいし、傀儡国って宗主国へお金を送らなきゃいけないんだが、このモラビア王国みたいにプロビ国家はスズメの涙すぎてあんまり足しになんないし、傀儡国作るメリットは弱体化するだけですね。ちなみに西部にも軍が張られているんだがまさか。西部3カ国に宣戦布告するためさ。マジかよこいつ。前回引き分けだった作戦は余裕そうね。まあ、前回より動員人数増えているからね。しかも他の2カ国であるヘッセンとユーネブルクも小国だし。こう見ると中世って結構国境変わっているんだな。確かにあんなバラバラの状態から今の国境までの過程で色々戦争しているし。結果は全土併合、まだまだ西と南にいっぱい国残ってるね。なんかカスティーヤがフランスボコしているしオスマン帝国が滅亡して東ローマ帝国が復活しているし。この世界よくわかんね。この世界に史実再現なんて言葉はないからね。次の目標はデンマークの傀儡国であるホルシュタイン、だね。今デンマークがリボニア騎士団とバチバチ交戦中だしこれはいけそうや。ってことでホルシュタイン公国の国境に軍を貼り付けて、宣戦布告です。ぶっちゃけホルシュタイン公国全土が欲しいだけで別にデンマークの領土には興味がないので、全土占領できたらさっさと講和に持ち込むよ。デンマークには申し訳ないがお前と争うのは1940年の方だ。まあこの戦争、1864年のデンマーク戦争の先取りなんですけどね。一応講和できたのだが、今度はノブゴロド公国に宣戦布告されたよ。お前に関しては欲しい領土が1ミリもないんだが、なんでお前と戦争しなきゃいけないんだよ。そりゃあ、ポメラニア公国、ドイツ騎士団、ポーランド、ボヘミア王国、ザクセン選定公領、ヘッセン法伯、ユーネブルク公伯、ホルシュタイン公国、こいつらボコボコにしたからね。ノブゴロド公国なんて、モスクワ大公国に飲み込まれといてや。上陸されて対処めんどいし。あの後、敵領土上陸し返して白紙港は提案したら受諾された。さすがにここまで安定度低い状態を放置しておくのはよろしくない。お金を使って同一化をさせますか。ちなみに今603カ国中ランキング1位です。さすがにプロイセン形成まであと少しの国が1位じゃないわけないよな。さて、戦争のお時間や。しれっと飲み込まれてたブラウンシュバイクボルフェンリュッテル公かわいそう。名前長い割にニプロビかよこいつ。さらっと消えるフェルデンタン。お次はケルン大司教。正直ドイツ諸国で最も強い国です。ちょっとビビって周辺国全部には戦争を吹っかけませんが、ブレーメンも一緒に潰します。ブレーメンは一瞬でサレンダーされたが、ケルンはエグいぐらいに大軍を持ってて舐めたら一瞬で潰されそうですね。さっきの今回の戦争で双方2万ほど死んでいますね。ぶっちゃけオランダ方面の領土はいらないのでここで講和しましょう。ちなみに次はどうするんだ？まだまだいろんな国が残っているね。プロイセン形成に必要な領土を持っている国とは仲が悪いところばっかりだな。とりあえずファルツ選定校を潰します。まあ、3プロビしかないから余裕でしょう。プロイセン形成に必要な領土は1プロビしかないけどなんで全併合したの？あんまり言えないな。まあ、大体想像がつくけどよ。さて、ようやく軍の拡大や整理ができたし、一気に攻勢だ。ニュルンベルク、アンスバッハ公、マインツ大司教、ナッサウ、クレイフェ公国、ニュンスターに宣戦布告です。多すぎ。さすがに他の国からも参戦してきそうな頭数やんけ。でもそこはさすが民を抜いて世界一の国ブランデンブルク辺境博自分の持ち前の軍量で圧倒している。しかし、移動ポイントという軍隊を動かしたり進行させたりするのに必要なポイントが足りない。だけど、ニュルンベルク以外は全勝したし、ニュルンベルクに集中できるね。もうすぐでプロイセンができるな。だけどプロイセンに必要じゃない領土もバンバン割譲しているよ。だいぶ見覚えのある国境が見えてきたな。ラストはオストフリースランド、
フランクフルト、アム、マイン、ウルム、アルザス、ブルゴーニュの一部、フリルテンブルク、アーヘン、そしてバイエルン地域だね。うわ、急にアーヘンが襲ってきたぞ。だけどすぐ近くに軍が駐屯されていたからすぐに対処ができるぞ。フリードリヒ一世曰くアーヘンが持っているマルメディの領土も欲しいとのこと。そうだね、カモがネギを背負ってきたようなもんだ。アーヘンは併合してたらブリュルテンベルクに宣戦布告された。近くの軍でどうにかできるだろう。実際近場の軍でなんとかなったし、ミワブランデンブルクの北にはバルト帝国、現在のスウェーデン、という脅威になる国がある。さすがに関係改善しておこう。次は、ウルムか。ウルム大聖堂ぶっ壊しに来ました。この時代まだウルム大聖堂完成してないんですが。ちなみに史実ではいつ完成したんだ1377年に建設が始まり、1890年に完成したから5世紀もかかってるね。てか、ウルムの兵力4000に対して我が軍7000あったのに700しか残らなくなったんだけど。まあ、要塞がガチガチだからしょうがない。そういえばプロイセン形成まであとどれくらい領土が必要なんだ？あとオストフリースラント、マインツ大主教、そしてブルゴーニュの一部で完成するぞ。さて、オストフリースラントに宣戦布告だ。もうこのぐらいの国力があれば1プロビ国家なんてすぐに蹂躙できるし。さて、1年半も経ったがマインツ大主教を抹消してラストブルゴーニュのみとなった。よく見たらブルゴーニュは他の国とも戦争中らしい。これはチャンス。ちなみにアルザス地域圏も一緒に引き潰しましょう。ブルゴーニュにはヌベールもついてきているけど軍量なら全然問題ないな。というかよく見たらフランスが抹消されてイングランド、スペイン、ブルゴーニュとプロバンスに分割されてますね。ちなみにこの世界ではブリテン島の覇者はスコットランドになっています。要は、スコットランドが南下してきているのと同時にイングランドも南下しているってことか？いつの間にかブリテン島はスコットランド、フランスはイングランドになりそう。てかしれっと敵に包囲網抜けられたじゃないか。すぐ終わるからセーフ。欲しい領土は占領し終わったから講和しましょう。で、ルクセンブルクはいらないからルクセンブルクは傀儡国として分離独立させよう。よし、これで必要領土は全部取れたんじゃない？そうだな、今からでもプロイセン形成しよう。マップカラーと国名が変わるのすごくロマンがあるな。どうもブランデンブルク辺境伯改めプロイセン国王フリードリヒ一世です。しかし実は次があって、ドイツ帝国を建国できます。ちなみに必要領土はバイエルンとカリスというプロビだけで、両方ともボヘミアの領土です。なるほど、今ボヘミアとミラノ戦争中で、バイエルン地域が全部ボヘミア領になった瞬間に介入するのか。もちろん占領した領土には同一化をして機会を伺うか。さて、7年後には千載一遇のチャンスが到来した。お、これはチャンス今すぐ宣戦布告だ。宣戦布告した瞬間国境線の領土を占領しにかかります。ボヘミアは今までのドイツ諸国と比べてさすが面積が広いだけあって、軍が強いな。しかし、プロイセンと化した我が国の国力はこの世界では世界一位なんだわ。戦勝点は十分だし、講和しちゃいましょう。講和の結果すごく見覚えのある国境線ができた。さて、ドイツ帝国を形成しましょう。というか1440年にゲーム始まってからたった82年でドイツ帝国できるって早すぎね。ちなみに戴冠式はベルサイユ宮殿じゃないよね。まだベルサイユ宮殿完成してないし、フランスがそもそも存在しないから史実みたいな復讐合戦になることにはないね。イタリアもまだまだ統一されてないし、ブリテン島もまだまだ3つ国あるし、だけどオスマン帝国から下克上した東ローマ帝国の勢いはすごいですね。だけどどの国にもドイツ帝国には勝てないだろう。